では本日のモチーフです。グータッチをしてる手ですね。黒人と白人の方かな。肌のトーンが左右の方で全然違いますね。同じ手でも、この肌のトーンを変えて描くのはなかなか新鮮味があって面白いと思います。普段どうしてもね、全体のトーンが似てるとか、ちょっと薄くなるかなっていう方は、特にこの左右の手の差を出すように心がけてトーンの幅をね、出す練習をしてみましょう。あとは、このグーの形もね、左右で向きが違います。どこを観察したらいいかなっていうところを一緒に勉強していきましょう。今日のチェックポイントです。シルエットを見る。基本の骨格。形の見方について。明暗と立体感です。順番に見ていきましょう。まずはシルエットから。モチーフをね、一旦大きな塊として見る癖をつけていただきたいんですね。外側のこのアウトラインの流れだったり、周りのこの余白の形、あとは手と手が重なっているこのあたりのシルエット。ここをね、モチーフ全体を見直すときにぜひ観察してみてください。もうちょっとシルエットをね、分割、分けていくと、左右の手の重なっている位置で半々に見ることもできますね。さらに細かく見ていくと、ジャケットのこの範囲、シャツの範囲、肌の面積はここからここまでかなっていうところがわかります。それぞれの親指のね、こういう面積のところとか、内側の細かいところを一生懸命描いてると、シルエットがだんだん崩れてくる時があります。こうやってね、大きな塊で見るようにしてみてください。では次に基本の骨格です。ちょっとね、手を開いている状態で骨の構造を簡単に見ていきましょう。5本の指がどこから生えているか、生えてるっていうか、どこを出発点にしてるかっていうと手首なんですね。ここから扇状、扇子みたいにね、ここからわーっと広がっていってるのがわかると思います。まずこの骨たちが全部こうまっすぐに平行に伸びているわけではないっていうところを見ていただきたいです。今日のモチーフに当てはめるとこっちがいいですかね。ここから、この第三関節っていうんですが、ここに向かってちょっと扇状に開いていっています。それから関節もまっすぐにこう縦とピーンとなってるわけじゃないんですね。ここのところです。ちょっとここも扇状になっています。小指に向かって少し閉じていくっていうところですね。ここが第1、第2、第3関節っていうんですけれども、ここの第2関節のあたりもちょっと内側に閉じていっています。ですね、表面だけじゃなくてね、この内側のこの出っ張りの部分はどうしてここなのかなっていうの、そこのあたりを見ながら書くといいと思います。今日の形の見方についてですね、最近毎回出てきます。書き始めはどこから見ようかなとか、進め方どうしようかなって迷ってる方向けですね。ちょっと書き方の一例という感じです。今日のモチーフは、この手首の流れだけを見ると、ちょっと右肩上がりになっています。ここが真ん中ですね。こうやって真横に線を引くと分かりやすいかなと思います。まっすぐの線に比べると、ちょっとこう、右の手の方が上に来ているっていうところなんですね。それで握り拳の位置が、だいたいこんなあたりになりますかね。もうドラえもんとドラえもんの友情みたいな感じの図になっています。真ん中の位置で指が重なっている部分も想定して2つの丸を重ねています。左の手をね、右の手よりもちょっとだけ大きくしてありますね。あとはシャツとジャケットのこの位置もパッパッと決めていきましょう。この時点でね、結構いろんなところを測っています。このふわーっとしたアウトラインの外側の線の流れ。こういうところですね。あと、そうだな。先ほどお伝えしたこの指の斜めになってる。こういう角度ですね。
これもね、指の大きなシルエットを見ている段階です。手の形もちょっとずつ整えていってます。関節の位置と骨の方向、指の、なんていうのかな、幅ですかね。先にね、下書きで指の一本一本の太さを大まかに測っておくと、後から書きやすいです。第一関節がね、ここなんですけども、ぎゅっと折り曲がっているこの位置も確認してます。親指がね、どれぐらいのサイズなのか、人差し指と中指をもう全部隠してしまうぐらい、しっかりと折り曲げられています。このあたりでね、そろそろ全体にトーンを乗せてみました。左の方を右側よりも暗くしています。トーンを乗せると、今まで書いてきたものがまた違った風に見えたりするので、途中の段階でもうどんどんやってみてください。そこから暗くなっているところ、明るく光を反射しているところを探して、トーンをさらにさらに重ねて乗せていっています。まだね、このアウトラインの線が残っている状態です。でもトーンをね、乗せていくと立体感が出てきますよね。どこを明るくするかっていうのは、うーん、この後の画像で見ていきましょう。はい、明暗です。今日はね、左上から光が当たっています。なので、反対側の、こっちの右の下あたりが影で暗くなっています。あとは、このジャケットの影とかですね、シャツの内側のこういう影、手のこういう下側の影、あとは右側の指が接していてね、こういうところかな。暗くなっているところ。このあたりのね、明暗さを出せると、画面がね、ぎゅっと引き締まって見えると思います。指の上のあたりは結構光が当たっていて明るいですね。ちょっと次の画面に行きましょう。最後、立体感です。指にもね、手首にも、それぞれ面が存在してます。このマス目一つ一つの、この形を面として見ていただくと、今回はこの上のあたり、よく見てくださいね。結構大事になってくるかなと思います。ここが明るくなってますね。あとは、関節のね、こういう凹凸、凸凹もそうです。上の2つには結構光が当たっています。下2つは影になってるんですが、小指のあたり、ちょっとこれだとむしろ見にくいかな。戻しますね。このあたりを見ると、後ろの背景が下側の光が反射して、手のこの側面というか下側の面をちょっと明るく照らしていますね。ここら辺もそうなんです。これがね、意外と立体的に見せるのに大事なポイントだったりするので、そのあたりも見ていってください。はい。では、書いていきましょう。